物を壊したり暴力を振るったり爆音を立てたり誰かの悪口を言ったり人の嫌がることをしたりすることが最も知恵を使わずに誰かの関心を引くことができるという行為なんです。ペンネームのほほんさん、39歳女性からいただいたお悩みです。現場で40代の女性に嫌がらせを受けています。聞こえるような悪口、冷やかし、悪態が毎日あります。最近はばい菌扱いされました。あと周りで誰かが作業で失敗すると私の呪いやと周りに聞こえるように大声を出して笑います。上司に相談してもその程度と言われ、現場移動をお願いしても相手にされません。現場の人たちは40代の女性側について一緒に悪口や私の動きを見てクスクス笑っています。私も相手をしないように作業に集中して黙々と仕事を片付けています。ただ母子家庭なのでよく考えて動かないと生活があるので転職か我慢か迷っています。アドバイスをいただけたら嬉しいです。ダンマパーダという、お釈迦様の教えを記した経典があります。このダンマパーダの中にこんなくだりが登場します。汚れのない人、罪のない人、清らかな人を損なえばその愚か者にこそ悪は戻る。逆風に投げた微塵のごとく。これはどういうことかというと、心の清らかな人に対してもし悪口を言ったり、それから意地悪をしたり危害を加えるようなことがあれば、その悪口を言ったり危害を加えた人に悪が戻ってくる。例えば逆風ね、風が吹いてくる、その風に対して向かってくる向かい風に対して埃を掴んでバーッと投げつけたら、その向かい風に対してドーンと塵投げたら、当然その塵がまた自分の方にバーッと戻ってきますよね。でその逆風に向かって投げつけたゴミ、塵が自分に戻ってくるように、その悪口を言った人、その危害を加えてきた人に悪は跳ね返っていくんだということをお釈迦様はおっしゃってます。のほんさんの問題は何かというと、自分の中で哲学がない、それから正しい教えということを知らないがためにブレてることですね。ブレてること。のほほんさんはもしですよ、自分が一生懸命仕事に取り組んでる、そして周りの人たちに対しても自分が何か迷惑をかけてる、仕事に対して誠心誠意向き合ってる、自分の与えられた職務をきちんとこなそうとしている、そういう人として当たり前のことをちゃんとやっていらっしゃるという自負があるのであれば、何も逃げる必要はないですよね。処方箋、ちょっと苦い処方箋、ちょっと難しい処方箋です。慈悲の瞑想というものを行ってみてください。慈悲の瞑想って言っても何も難しいことじゃないです。次の4つのことを自分の中で繰り返していただきたい。それが慈悲の瞑想。この4つの言葉を繰り返すこと。1つ目、私の嫌いな人々、そして私を嫌っている人々、
その人たちも幸せでありますようにと。私の嫌いな人々、そして私を嫌っている人々も悩み苦しみがなくなりますようにと。私の嫌いな人々、私を嫌っている人々の願い事が叶いますように。そして最後、私の嫌いな人々、私を嫌っている人々にも悟りの光が現れますように。この4つ。私が好きな人々を、そして私のことを好いてくれる人々が幸せになりますようにというのは、おそらく多くの人たちが自然に願えることです。でも自分のことを悪く言う人、そして自分に危害を与えようという人、そういう人は許せないですよね。腹立ちますよね。いつかギャフンと言わせたいと思いますよね。でもそのような恨みに対して恨みを持って対処するという心持ちは、誰を一番傷つけるかといったらその相手ではなくてのほほんさん自身なんです。仏教はそれに対して我慢せよと言っているんではないんです。塵というものを逆風に向かって投げつけたら、その塵はいつかその塵を投げつけた人に返っていくというこの世の中の法則というものがある。だからその悪口を言っている人はもうすでにかわいそうな状況に入っているんです。考えてみてください。もしのほほんさんが悪い心持ちでいい加減に仕事をしている人であれば、誰かに罵られたり悪口を言われたりということがあってもそれはもう仕方ないですよね。だけどそうでないということを自分で自負するのであれば、きっとね、職場の人はみんなその悪口を言ってくる40代の女性の味方だっていうふうにしてのほほんさんおっしゃってますけど、それは間違ってる。もしのほほんさん自身に反省すべきところがないのであれば、必ず3人いれば3人の中に、5人いれば5人の中に、心の底ではそののほほんさんではなくて、のほほんさんに悪口を言っている、バカにしているというその40代な愚かな女性を愚か者だと心の底では思っている人たちは必ずいるはずなんです。まともな人間であればね。もっと言うと、誰かが誰かの悪口を一回ならず毎日のように言い続けなければいけないという理由がどこかにあるんです。それがのほほんさんにないのであれば、その原因がね、悪口を言っている彼女自身の中にあるはずです。家庭でうまくいっていないとか、仕事で何かうまくいってないとか、あるいは自分が人の注目を集めるために誰かの悪口を言ったり、弱い者をいじめたり、そのような習慣を持っている人というのがある一定数どこの職場にもいます。人間にとって誰かから注目されたい、認められたいという欲はものすごく強く根深く誰にでも横たわっています。覚えておいてください。誰かの注目を引こうと、誰かの関心を引くために最も簡単に人の関心を引く方法は何か。それは物を壊したり、暴力を振るったり、爆音を立てたり、誰かの悪口を言ったり、人の嫌がることをしたりすることが最も知恵を使わずに誰かの関心を引くことができるという行為なんです。暴走族を見てください。なぜ彼らは真夜中に寒いのを我慢して、暑いのを我慢して、
バンバクバンバクバンバンバンって走らなきゃいけないんでしょう。ああすることが最も簡単に人々の関心を引くことができるからです。自分に注目を集めることができるからです。どうして注目をされたい若者が派手な格好をして物を壊したり落書きをしたりいろんなことをしなきゃいけないんでしょうか。それは最も知恵を使わず誰かの注目を集めることができるからです。悪口を言ったり誰かの陰口を言ったりそれを人の前であからさまにばい菌とか言ったり小学生じゃないんですから。それをやっている本人に対してまともな人の信頼が集まるでしょうかって集まらないですよね。普通まともな人ならあの人おかしいなってかわいそうだなってちょっと当たり障りなくしとこうと、もしくは私もターゲットになって文句言われたくないからなんか合わせてるふりしよう、おそらくそんな状態だと思います。それに対して目には目を歯には歯をやることほど愚かなことはありません。いいですか。塵は必ず投げた相手に返っていきます。それはもう真理です。ですからそこをぶらさず、のほほんさんは塵を投げたあの40代のおばちゃんに帰っていけっていう恨み心を起こしてはいけません。そうではなくて、ああかわいそうだな、ああやって誰かを貶めるということによって関心を引くことしかあの人はできないんだ、それを憐れんであげてください。そしておそらくその方は職場に来てそんな醜態を晒すという必要があるのであれば、きっと家庭でもうまくいってないかもしれないし、その人自身が心の底に深い闇を抱えてらっしゃるという可能性があります。ですから逆にね、のほほんさんは文句言ってきたら、ああかわいそうだな、この人が幸せになりますように、心穏やかになりますように、戦いの土俵に絶対乗らない、相手にしない、それを心がけてみてください。もしね、完全に自分の相手の悪口に対してきちんとシャットアウトすることができれば、ねきっとね、職場の中でのほほんさんに対しての応援者が現れてきます。のほほんさんのその非難を浴び続けながらも自分の軸をぶらさず自分の果たすべき使命を精一杯果たしているというその姿に感銘を受ける人というのは必ず出てきます。応援者が出てきます。それができるところまでのほほんと構えててください。母子家庭でいらっしゃるわけですよね。そういう強き母の生き方の姿勢というものを子どもたちにも伝えてほしいんです。いい？もしお前が学校でいじめられたらね、誰かに文句言われたらね、あるお坊さんからこんな話を聞いたの。お前もこういう心持ちでその土俵に乗らず自分の心をしっかりと保って、そして堂々と生きていきなさい。そういうことを子どもたちにも伝えてあげてほしいんです。最後に、これは私自身の例なんですけど、やっぱりね、こうしてお寺にいてなんか偉そうにこんな話をしている、このこと、この一問一答に対しても非難が集まるんです。しかもお坊さんから非難も集まったりもします。私は一切気にしません。お寺のいろんな会議で「なあこの若いクソ坊主が」って言われることもあります。役員のおじいさんたちから。私一切気にしません。気にしないって言ったら嘘かな。多分お釈迦様の教えというものを自分の中にしっかりと落とし込んでなかったら、多分すごい悲しくて夜も寝れないかもしれない。だけれども何十回何百回とこの慈悲の瞑想を自分の中に落とし込み、お釈迦様の教えを自分が迷った時、落ち込んだ時には読み、そして自分を保っている。私もこう福厳寺のこの今のお寺のね住職になってからまるっと2年経つんですけれど、その間にいろんなことありました。もうね、匿名で電話がかかってきて、
いろんな苦情を言ってくる人もいたりとか、いろんな人がいます。このクソ坊主くたばれとかね。お寺を開放して地域の人たちにどんどん明るいお寺、みんなが来れるお寺にしようと思ってね、一生懸命取り組むほどお寺を食い物にしやがってとかね、いろんなことを面と向かって言われることもあります。でもね、それはそういうもんだと、そういう人がある一定数世の中にいるっていうことはもう分かってるので、大して気に留めないという気持ちにお釈迦様の教えによって支えられてなっています。ただ私が唯一ものすごい反省をしなければいけないことがあるとすれば、それは私のことをよく知っていて、そして私のことをよく理解してくれていて、そして、いつも私に対して何かね、自分が気がつかないことをきちんと提言してくださる、そのような方にもし悪口というかね、何かそういったクレームを言われたり苦情を言われたら、私はそれはきちんと反省して受け止めて、一晩二晩落ち込みます。けれど私のことをよく知りもしない、私がどんな生活をしていて、どんなことを考えて、そしてどのようなことを志しているのかということを知らない人から何かを言われたところで動じる必要もないし、動じないということを自分の中にちゃんと決めておく。これはおそらく最終的にご本人の決断で職場を変わられたとしても同じようなことが起きる可能性があるので、最終的に職場をお辞めになるか、そのまま職場に残られるか、これはもうのほほんさんのあなたの選択ですけど、どちらにしてもね、今の塵は必ず投げた相手に返っていくという法則と慈悲の瞑想ということを実践なさってみてください。きっとね、そのあなたの在り方がきっとね、母としての在り方であり、そして子供にとっても大きな力になっていくと思います。頑張ってくださいね。応援してます。